おはようございます。金井隆一です。今回はですね、お庭の紹介の動画になります。福岡からのご依頼で少し時間が経ってしまいましたけども、冬から春にかけての施工下地に撮った映像になります。お客さんのご希望を結構最高に叶えられたと思っております。見ていただければいろいろと庭の問題点を解決することにおいて参考になると思いますので、ぜひ見ていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。金井良一です。やっとですね、4ヶ月かかりまして、完成ということで。4ヶ月っていうのは、1ヶ月だいたい10日、7日から10日の施工っていう形で、4回に分けて神奈川の方から行きまして、作業させていただきました。外回りに関しては、お客様が、言われた気になるつヤブツバキの剪定いたしまして、できるだけ小さくという形で、貝塚はある程度刈り込んだという形で、基本的にはこんな感じです。基本的にお客様の要望は、土が水はけの問題と、庭からの水が相当流れてしまう。それから土が流出すると、道路の側とか、そういうものが基本的に問題点となっておりましたから、ここは雰囲気的に前からの石積みをそのまま利用した形で、土留め、土が流出しないような感じで、一応、で、これもほぼ出てきたレンガを使って、で、出てきた瓦を使いまして、一応押さえて、ちょっと石組みで危ないとこは、こうやってモルタルで目地を入れて、しっかりやっておりますけども、こちらの方はちょっと私自身、全体の雰囲気から言って、それほど、手つけなくてもいいかなという形で、石積みはしております。そのまんまです。ここの経においては、梅の木を結構大事にしてたんで、それをアピールするために、一応レンガで、一応囲ったり、ここはレンガを使った経にしました。それ後で説明しますけども、ここをレンガを使ったというのは、奥との経のつながりという形で、入り口は一応このような感じです。で、ここの部分においては、配白の玉作りなんかは、非常にこのボリュームがあって豪華なんで、このままにしまして、ここは前回、最初はスロープだったんですけども、やはり、ちょっと土の量とか、いろいろ造成関係で土を結構、高くなりましたから、一応ここはもう一つのアプローチのところに階段という形で高低差を縮めるために、この見影もほとんど、庭にあったやつをそのまま移設して使っております。
で、ここはメインの一応奥の庭に行くメインの入り口という感覚で一応広く作りました。で、灯籠とここにある石、大きな石はそのまんまこの径を利用した形で一応作っております。一応、一番大きな問題が、今までの庭からの水がここで溜まってしまうという現象がありまして、水が溜まってしまうネックっていう形になったんで、一応ここ、マスを作りまして、全部一応水が流れ出るような形に一応作り変えました。で、ここもですね、今まで地肌だったんですけど、やはり雑草が生えるという、その草取りに関しての問題点も結構お客様気にしておりましたので、まあ、ここは径に合わせた形で一応、防草シート引いて、化粧砂利で径を収めるという形で。茎と樹木は動かしてません。まあ、この辺もちょっと土の流出を防ぐために、一応、目地にモルタルでつけたり、まあ、鉢においてはちょっとポイントとして4つ目。で、まあ、壁が出てきましたので、壁を活用した形で一応径を抑えております。ここもですね、まあこの橋自体も、生かした形で、まあ枯山水風に、ここもほとんど、化粧砂利で、こういう形で抑えております。で、石臼が何機か、やはり現場から出てきましたもんで、それを活用して、で、調理鉢も出てきましたから、まあそれをちょっと、心に一つもまとめた形で、まあ、径として調理鉢を置いて、で、掛け紐、ちょっと格好だけなんですけども、一応それで、まあ、バードウォッチ的な水を入れとけば鳥が集まる。結構作業しておりましても、いろんな野鳥が来ておりますから、まあ、そういう形で水辺を作っております。この辺はもう、多少石を組み直した感じで、出てきた、瓦とか、そういうので、目地に、モルタルで目地で押さえて、まあ一応、土の流出というのを防ぎ、で、まとめてあります。大きな築山で、その上に黒金餅が植わってて、その山を崩しながら全部、一応、土を、場外に出さないで、場内処分という形で、一応、土を全部振り分けて、そうしますと、こんだけのスペースができたんで、輪の方からのアプローチが3方向で来れるようなした形で、アプローチの中に植栽地を設けるという考え方で、1、2、3、4箇所、一応、お客様の、まあ、いろいろとお花とか、自分で好きな植物を
植えて楽しむというコーナーという形を作りました。アプローチの変化によっていろいろ植える種類を変えさせていただきました。このような形。お客様の方に納屋に木鉢が結構10個ありましたから、一応土留め代わりに使った形でこのようなポットに。お客様は結構イチゴが非常に好きで、ここはもう全部イチゴコーナーという形で演出しました。で、今度こちらの方はほとんどプランターに植えるという形で、下にもうこれ以上雑草が生えないような形で、レンガの再生材を引いております。これアクセントが、移木の枕木を使った形でしております。第2コーナーとして、ここは果樹園というあんずの木も移植したやつです。こうメインとした形でいろいろ果樹がなるという形の、果樹を主としたコーナーになっております。ここはいつでも他の樹木も植えられるように、一応バークチップだけ、ちょっと一応隠して、植えてあります。ここが一応休憩施設、パーゴラ。ここで、こんだけのあれやると作業スペースにもね、なりますし、一つのポイント空間としていいかなということで、あとは母屋の方から見る系と、あとは散策できて、ここで休める一つの実用的な空間。で、これも醤油かななんかあったんで、それを利用した形で、一応、ベンチを作りました。これが普通の醤油。醤油か仮面あれになってるわけです。このとっくりを利用した形で、こんな穴開けて、で、通常はこういうとこ押さえておくという感じですね。多少こっちの雰囲気、こっちは四つ目になるんですけど、通りから見た感じで、こっちのパーゴラに合わせた形で、一応、ウッドフェンスを、1、2、3、点在しましたけども、つる系の植物が絡みつくような感じで欲しいという、言われたんで、一応、フェンス越しには、そのつる性の植物を植えてあります。こうしとけば、アプローチを数多く作って、今まではアプローチとの区切りがないんで、草が生えると全体的に生えちゃうんで、ですけどこれからは、このアプローチの中、植栽地の中で草が生える。アプローチの方はすっきりしてるんで、結構今までの雑草が気にならない、それほど。下草のような感覚で、径としては成立すると思うんで、どうしても歩く部分も植栽地が一体になっちゃうと、全体にもう重苦しく雑草の弊害つうか感じるんですけども、このような形でアプローチを区切っていくことによって、結構見た目感覚的にも雑草もそれほど意識的には気にならないとなると思います。
ですね、これでまあ、時間的に遠かったんで、4回に分けて、来ましたけども、まあ季節の流れ4ヶ月ありましたもんで、雨とか寒さないない、それに応じた形で、まあ、活用できるような庭っていうか、施工できたかなと思っております。その方のご希望、いろいろと、悩みことを、解決できたデザインになったかなと思っております。はい、以上です。終わりますか？じゃあ終わります。どうもありがとうございました。